ヨジーズホビールーム。動画をご覧の皆さん、ご無沙汰しております。ヨジーズホビールームヨジです。いやー、完全に夏バテです。こんな暑い日にはビーチに行ってギャルを横目にガンプラも。今回制作するキットは水星の魔女に登場する主役機ガンダムエアリアル回収型です。それでは早速手袋を着装。動画の尺の兼ね合いで仮組みのパートはカットです。ごめんなさい。前期型とはデザインも雰囲気も変わっていて、トーンの落ち着いたブルーの色合いを見るとミリタリーチックというか工業製品的なイメージですね。さてさて、まずは改造のコンセプトを決めたいところ。ここからどんな改造をしていくかというところですが、改造のイメージが湧いてきました。エアリアルに取り付けられそうなパーツをパーツボックスから引っ張り出していきます。追加パーツを一から全部自作するとなると途方もない時間と労力がかかりますので、脳内のイメージに頼りながら厳選したパーツをあちこちにああでもないこうでもないと取り付けていきます。ここで選んだパーツはハイグレードバルバトスの左腕と両方のショルダーアーマーに Y8 の肩パーツ、マスターグレードトールギスのスラスターです。といっても後から使うパーツもちょこちょこ変わってきます。そして今回の改造のテーマは何かといじられることの多い乙女座兄さんのリペア風に改造していきましょう。雰囲気はこんな感じで、ここからは改造に移ります。改造。右腕はそのままエアリアルの腕を使いますが、左腕はハイグレードバルバトスの腕を使ってフレームむき出しのアンドロイドのような腕を目指します。これはその腕パーツを後はめ加工する段階です。ダボをアルファベットの C の形になるようにカットしてスライドさせてカチッとはまるように加工します。はめる際に干渉するようなところはデザインナイフなどで削ぎ落としておいて、スムーズにスライドできるようなイメージで、問題なければ接着剤で接着して合わせ目に沿ってダメ押しの瞬着。基本的にヨジホビはパワープレイが多いです。この瞬着がパテ代わりになって接着剤が届かずに溝になったところをカバーします。あとはヤスリがけしてパーツがうまくはまれば OK。 肩のパーツにはハイグレード Y8 から拝借してバルバトスの腕に取り付けられるように加工してあります。バルバトスの腕はエッジが効いたデザインがかっこいいですが、少し丸みが欲しかったので部分的にヤスリで角を落としています。ちなみにガンエボでしつこく粘着してくるバルバトスは嫌いです。左手のハンドパーツだけ MSG 丸指ハンドネオを使用します。アンドロイド風な腕にマッチするデザインで、持ち手はエアリアルのビームサーベルにぴったりのサイズです。ジョイントのサイズが合わずにゆるゆるになっていたため、いつも通りの瞬着パワープレイ。瞬着を塗っては乾かしてを繰り返して強引にサイズが合うように調整します。こちらはエアリアル純正の右腕パーツ。ここは特に大きな改造はしない予定ですが、合わせ目が気になったのでここを先ほどと同じ手順で後はめ加工をしていきます。先ほどと同様に干渉する部分をカットしてスライドではめられるように加工。ここは少しパーツが硬くてデザインナイフでカットできなかったのでホビーソーでギコギコ。干渉するところを処理したら最後に接着。しかし最近のキットって合わせ目があまり目立たないので非常に作りやすいですよね。と思ったらバックパックスラスターのこれはしっかり合わせ目消しする必要がありそうです。接着剤をつけてぐいっと押し込む。このむにゅっとはみ出た接着剤が大事です。最後にヤスリをかけて溝が消えれば OK。 このほか足のパーツに目立つ合わせ目がありましたが、位置的に段落ちモールドにできそうだったので後ほどやってみます。ヨジホビ。次に胴体のパーツの加工。
腰のパーツはハイグレードのバーザムから拝借したパーツを使用して、シリンダーが露出したような腰回りに改造していきます。ここは削ったりパテを持ったりで結構大掛かりな工事になりました。エアリアルの腰回りもスタイリッシュでかっこいいですが、こういったところでリペア感を出していきます。バックパックのスラスターはマスターグレードトールギセーフで余剰パーツ化したスラスターに換装しました。ジョイントはエアリアルのものを使いますが、最初に無理やり取り付けてしまったことが影響して付け根が少し発火してしまいましたので、真鍮線を通して強度アップを狙います。ここでもとんでもないパワープレイです。真鍮線をウツバニッパーで切っていますが、刃が欠けたりしますので、皆さんはもちろん真似しないようにしましょう。次に足のパーツのモールドを彫り直しているところです。彫り直しておくことで段差にメリハリが出るということと、墨入れの際に綺麗に塗料が流れてくれるし、墨入れ塗料を間違えて拭き取りすぎてしまうということも少なくなります。見てください。彫り直した方は墨入れした線がはっきり出ていますが、一方で何もしていない方は線が薄いし途切れちゃってますね。ちなみにパネルラインの引き直しは全体に行っています。こちらの装甲のつなぎ目、ここは少し目立たせたいので、まずはデザインナイフでカンナ掛けして面を出していく。そしてヤスリで整えるとこうなります。つなぎ目がはっきりしたような印象になりました。先ほどお話しした足パーツのこの合わせ目にはラインスクライバーを使って段落ちモールドを作ります。ガイドテープを貼って彫る。これ個人的には結構難しいんですが、 BMC ダンモがあればこの作業ももっと楽にできそうですよね。買っちゃおうかな。今回はあまり筋彫りはしていませんが、この太もものパーツと足首、右腕の一部に筋彫りを入れています。イメージとしては余白が多い部分にアクセントとして入れるっていう感じですね。頭部のアンテナは片方を短くカットします。ヨジーが学園のパイロットだったら必要最低限のリペアだけして花婿決定戦にもう一度挑んでいく、そんな熱意をアンテナで表現しました。やはり花婿決定戦に挑むガンダムパイロットたるもの、当たって砕けろの精神で挑まないと幸せは勝ち取れない。進めば2つ、逃げれば1つってな。次にメイン武器の製作。こちらも余剰にあったマスターグレードクワンタの GN ソードを使用して、ハイグレードサイズでも違和感がない程度の長さにカットしました。ビットステイブをそれっぽくナックルガードのようにビットオンフォームしてみました。次に右肩にマウントさせる GN シールド風のエスカッシャンを製作していきます。もうこの辺はズボラに作ってしまっているので安定性は皆無です。ここがミキシングの難しいところですよね。よしほび。ここまで終わったらサフを拭いて塗装前のチェックです。後はめ加工や合わせ目消しを行ったところは溝が残っているかもしれないので注意します。ビットステイブにパネルラインの彫り忘れを発見。ここで彫っておきます。こういうお板が見つかりやすくしてくれるサフってやっぱり大事ですよね。全塗装。まずメタリックの塗装から入ります。今回初登場ガイアカラーのガンメタルとフレームメタリック1で色分け。ベースは EX ブラックの光沢で、アクセントカラーとしてダクトやボルトなど一部にスターブライトゴールド、パールカッパーを塗装しました。
ソード類のブレード部分をスーパークロームシルバー2でベースを作って、その上から蛍光ブルーで塗装しました。UV ライトを当てるとベースのメタリックがルミネッセンスをアンプリファイド。次にカメラアイなどのグリーンに発光させたいところは、先ほどと同じ手順でベースを塗装した上から蛍光ブルーグリーンを塗装しました。マスキングをしてその上から装甲類の塗装に移ります。ここで問題が。これでもかとサフを塗っても蛍光塗料が隠蔽できない。今まではこういう細かいところは筆塗りでしたからね。これはまずい。ということで黒サフを吹いてみましたが、これもあまり効果がないみたいで、塗膜は熱くなる一方なのにヨジーの心はすり減っていく一方です。あれ？でもカメラアイを蛍光塗料でエングレービング塗装しても光が貫通しないよな。というわけで早速タミヤエナメルブラックで塗装。性質の違う塗料の上に塗るとなると塗膜が剥がれてしまわないかが少し心配ですが、とりあえずこれで突っ走ります。しっかり蛍光塗料を隠蔽できていますね。次に外装全体の塗装に入ります。青系のパーツはコバルトブルーとミディアムブルー、そしてこれら2色を調合した3色目を使って塗装しました。こちらの肩の外装は先ほどのエナメルブラックで蛍光塗料を隠蔽したパーツですので、マスキングを貼るときには優しく、剥がすときも慎重に。白系の外装は EX ホワイトとグレー4色。ハイグレードのキットなのにマスターグレード並みに気合を入れて色分けしていますので、比率がすごいことになっていますね。ちなみに普段のハイグレードの塗装比率はメインカラーで3色、サブカラーで2色、内部フレームなどのメタリックで1色、3対2対1の比率です。その他ライフルなどの一部にヘキサグレーと赤系のパーツはブライトレッドを塗装しました。ここからは今回のカスタムの要となる左腕の塗装です。まずは塗装に必要なジグを作るところから。カーボン風に塗装するためにストッキングを使用するのですが、網目の大きさを均等にするためにストッキングを固定します。まず適当なタッパーを用意して、縁を残すようにして蓋の中心を取り除きます。怪我しないように切ったところはヤスリなどで整えておきます。容器側も同じように。蓋の中心部と容器の大部分は塗装で使わないので、再利用する方法を模索します。こういうのを奇抜な発想でどう使うかって考えたりすると、改造のアイデアを生んでくれたりする助けになるんですよね。そして蓋と容器の縁にストッキングを挟みます。ストッキングの余分な部分はカットしておきます。パーツを押し当てるようにしてエアブラシを拭きますので、少し押してみてストッキングが外れないかチェックしておきます。これだけだとなんか心配だったので、目玉クリップを4箇所に挟んでおきます。塗装するときはこの網目がパーツに対して縦になると爬虫類風になってしまうことが分かったので、斜めに入るようにして塗装します。ベースをブラックで塗装したら、鉄道模型用からダークステンレスシルバーを吹き付けます。この時に乾かしながらちょっとずつ色をのせていくイメージで。次の面を塗装する前にまた風だけを当ててあげて十分に乾かしてあげます。ここからスモークグレーを吹き付けてトーンを落としていくと、一気にカーボン風の仕上がりになっていきます。少し網目が大きかったような気がします。これはもうしょうがないですね。よしほび。
上げ。メイン武器のブレード部分、これうっかりエナメル塗料で隠蔽するのを忘れてマスキングを剥がしちゃっているんですけど、見てください。蛍光塗料がしっかり隠蔽できていますよね。ということは蛍光塗料の隠蔽にはメタリックカラーが有効なんですかね。わかる人ぜひコメント欄で教えてください。そして不安がもう一つ、一番大事な左腕のパーツ、これもエナメル塗料で隠蔽し忘れてた気がする。不安なのでとりあえず組み立てます。しかしこの左腕、フォルムはいい感じにかっこよくなりましたね。ベタ塗りではないですがメタリックで塗装もしているし大丈夫なはず。 UV ライトをスイッチオン。失敗しても振り返らないタイプのヨジーは構わず墨入れの工程に入っていきます。墨入れにはタミヤの希釈済み墨入れ塗料を流していきます。筆の掃除もいらないし均等な色の濃さで墨入れができてすごくいいですよね。これ緑とか青とか好みの色にすることはできないので、このタイプの瓶だけ単品で販売されるのを心待ちにしております。このような少し大きな溝やモールドは線をはっきりさせたいところ。足裏の肉抜きも合わせてエングレービングで塗装していきましょう。まずエアブラシでエナメルブラックを塗装します。残したい部分は消さないように注意しながら溶剤で周りをゴシゴシとしっかり落としていきます。そして余分な塗料を落としきるとこんな感じ。線が際立っていい感じです。他のパーツはこんな感じ。足裏も綺麗に色分けできましたね。デカールはいつもの RB コーションデカールを貼りました。この辺はいつも通りなので大部分はカットします。最後にスーパースムースクリアの艶消しを吹いたらメタリック部分に貼っていたマスキングを剥がしていきます。なんだかんだこの作業が一番気持ちいいんですよね。ちなみにヨジホビはメタリックにはトップコートを拭かない派です。今回は珍しく付属シールも使います。前に X で見かけたマスキングいらずの時短テクを試してみます。使用する部分だけを切り取って蛍光色に塗装。乾いたら貼り付けるだけ。そしたら UV ライトをスイッチオン。おー、素晴らしい。これなら煩わしいマスキングなども不要になるのでかなり楽になりますね。シェルユニットも発行させてほしかったというコメントが来そうなので先に言わせてください。申し訳ございませんでした。だって完成目前だし何も考えてな組み立て。ここまでで全てのパーツが完成したので組み立てのパートに入ります。この先は組み立てるだけになりますので、ここからはガンダムエアリアルについての知見を深めていきましょう。 XVX016RN ガンダムエアリアル回収型は回収前のエアリアルの基本構造を維持しながら外部装甲及び装備類の刷新が行われ、回収前よりシェルユニットが露出した外見へと変化している。背面には専用オプションのフライトユニットが追加され、回転式の展開翼により旋回能力が向上している。武装構成は回収前と変わらないものの、ビームライフルはビットステーブの接続なしにロングバレルモードへ伸長可能な新型に変更され、各ビットステーブも形状が変更されている。さらにロングバレルモードのライフルは両手持ちグリップを展開した上で全ビットを接続したガンビットライフルへと合体し、対艦級のビーム砲撃を可能とする。以上がエアリアル回収型のスペックになります。水星の魔女ではモビルスーツのデザイン面でファンタジーに出てくるような魔女の要素が避けられていたと言われていますが、魔法のように浮遊するガンビットやほうきを模したキャリバーンのバリアブルロットライフルなどがまさに魔女を彷彿とさせるようで印象的ですよね。その他ウィリアム・シェイクスピアのテンペストという戯曲をリスペクトしたようなシナリオだと話題になっていたり、魔術を意味するガンドと兵器を意味するアームを組み合わせてガンドアームとしていたり、
まさに魔法のように巧みに隠されている魔女の要素を探していくのもまた面白いですよね。というわけでお待たせいたしました。これにてガンダムエアリアル回収型リペア4ならぬリビルド4、ここに完成。ガンダムにセンチメンタリズムな運命を感じてやまないグラハムが運命の赤い糸を引っ張り、別世界のガンダムにすらたどり着く。そして彼は言う。抱きしめたいな。それでは完成しましたガンダムエアリアルリビルド4です。エクシアリペア4を参考に改造してみましたが、こうやって見ると左右非対称の腕パーツぐらいしかそれっぽいところはありませんね。腰部にマウントする GN ベイヨネットも自作するべきだったか、これは反省です。改造面では腰回りの加工に時間を多く使いましたが、それ以外は控えめにして積極的にマスターグレードのパーツを使うなどしてごつめな雰囲気に仕上がったと感じます。ハイグレードの色分けマスキングはその数やパーツ面積に相変わらず苦戦しましたが、細かく色分けした回もあり情報量も増し増しでさらにかっこよくなったように感じます。劇中で発光するシェルユニットは今回の制作では付属シールを使用しましたが、次回水星の魔女のキットを作ることがあればこの辺りも何か仕掛けたいところですね。というわけで今回は水星の魔女に登場するモビルスーツガンダムエアリアル回収型をエクシアリペア4風にカスタムしてみたでした。個人的に回収機といえば余ったパーツを取ってつけたようなその場しのぎで出撃していく感じにロマンを感じてやまないのですが、そんなロマンをぶつけてみたキットになりました。水星の魔女の最終話も終わって日も経ちましたが、今後の商品展開などもさらに期待できますね。それではこの動画が面白いなと思った方はグッドボタンを、チャンネル登録がまだの方は動画右下のチャンネル登録の赤いボタンとベルマークの通知チェックを、そして皆さんの温かいコメントいつも非常に楽しみにしております。些細なことでも結構でございますのでコメントお待ちしております。さーて次は何を作ろうかな。それではまた次回の動画でお会いしましょう。See ya! よし装備ルーム。